はい、それではプログラミング序論 B 始めたいと思います。今回は第3回目になります。第3回目では前回話をしたポインター変数を使って関数をより多様に使ってみたり、ファイル IO、ファイルの入出力の操作について学んでいきたいと思います。まず前半では関数の使い方、特にポインター変数を引数とするような関数の使い方というのを説明していきます。これによってより多様なプログラムを記述する方法を身につけてもらいたいと思います。まず関数の呼び出しについて話をしていきます。そもそも関数を用いる意味というのを少しここで、整理しておきますと、関数を用いる意味があるところというのは、言い換えると関数化するメリットがある場所と言います。どのようなプログラム中でどのような場所かというと、作業手順が同じような作業が繰り返されているところがあったりとか、あとその同じような作業が、作業開始時の状況、変数だけが違っていて、で、その違う変数に対して同じような作業を行って、作業の結果だけが返ってくるような部分があれば、そこは関数化するメリットがあると考えていいと思います。関数化する特徴、利点としては、作業自体、関数の中で作業がどういうふうに行われているかというのは、特に外部に伝える必要はないと。言い換えるとブラックボックスとして扱ってよいということになります。外部、プログラム、その他のプログラムの外部のところからすると、その関数でどうやって作業をしているかというのは特に不問であると。結果さえもらえれば問題ないというスタンスで、関数を使うことができるようになります。関数への変数の渡し方、関数間の結果のもらい方については、どのように関数がその変数に対して処理をしているかというのを理解することが重要です。なぜかというと、プログラムでは状況や結果はすべて変数を介してやり取りをします。ということは、関数の処理において変数がどのように扱われているかと。プログラム序論 B でも1週目、2週目で変数の話をしてきましたが、そのような知識をもとに変数の扱い方を考えると、関数への変数の渡し方、結果のもらい方というのがおのずと分かってくると思います。関数への値の渡し方というのは、引数というものを使います。この場合、このファンクションという関数の括弧の中に整数の a という値を入れると、これが引数ですね。引数として関数に値を渡すというのはこういう形になります。関数の処理の結果を戻し方というのは、関数の中にリターンというコマンドを見つけることができると思います。そのリターンコマンドの後に a というものが書いてあると、この整数型の変数 a の値を返り値として出力するということが分かります。このように一つの変数の場合には、リターンを使って、関数の出力を戻すということになります。それでは2つ以上の、2変数以上の内容を返す場合にはどうするかというのをこの後少し説明していきたいと思います。ただその前に、まずは1つの変数1つだけをリターンを使って返すような状況をメモリ空間上での変数の格納参照を見ながらですね、考えていきたいと思います。まず、ここの下の方に、ソースコードの下の方にメイン関数があります。メイン関数では、t という整数型の局所変数を宣言します。そうすると、これ右側に今からメモリ空間の図を書いていくんですが、メモリ関数用のスタック領域に局所変数 t 用の箱ができて、そこの値に3というのが入ります。その後、処理はサブプログという関数を呼び出すところに移行していきます。サブプログという関数が呼ばれると、この引数のための箱と、
あと関数の中で宣言されている S という局所関数のための箱というのがこのように準備されます。前の講義で説明したとおり、この部分ですね、引数として宣言される変数も、これは局所変数として見なされて、スタック領域中にできます。箱ができます。で局所変数はもちろんスタック領域中に箱ができます。この点線よりも下はメイン用の領域。この点線の上はサブプログ用の領域となります。そして、引数として、この t がここで引数として3と渡されます。なので、メイン関数の t の値が、サブプログの引数としての t にコピーされます。こういうですね、実態は別々だけど値は一緒になります。そして、局所変数 s には、局所として4が代入されるので、4が入ります。そして次に t イコール t×2 という処理に移行します。一旦このサブプログに入る、そのプログの関数に移った後は、元のメイン関数のスタック領域の変数、この点線よりも下の部分というのは参照できないというスコープ外になるので参照できないということは、前々回に学習したと思います。そして、t イコール t×2 という演算を行って、その値を代入します。次に、このリターンに処理が移ります。リターンに移るときは、ここの6、t に入っている6という値が、関数の戻り値として、返り値として1回外に出て、元のメイン関数に戻ってきます。ここですね。リターンの値がここに返ってきます。そしてその t が、ここの、メインの局所変数のt に値が入って6になりますよということです。そして、この返り値の値というのは、このままゴミ箱に捨てられてしまいます。こう代入されると、その返り値の値が代入されるけど、こう代入されない関数だけが呼ばれた場合には、戻り値の値、返り値の値というのはゴミ箱に捨ててしまいますよということになります。これが1変数だけを返してもらう場合です。で、それでは2変数ですね。2つの値を返してもらう場合について説明します。まず最初は、待機変数を使う場合です。これは、前回にもお話しした通り、プログラムの煩雑性が上がってしまうので、あまりお勧めはできない方法です。ソースコードでこういうソースコードになります。まず、プログラムが始まると、関数の層で宣言されている待機変数の宣言が行われます。でこの場合、ここでフロートの xy と宣言されて、小数値のための箱が正変数領域に確保されます。スタック領域とは違います。そして今度はメインが始まって、フロート θ イコール 1.57 という宣言が行われます。この場合は、メイン関数用のスタック領域のメイン関数用の部分、領域に θ という変数の箱ができて、初期値 1.57 が入っています。こういう状況です。そして処理はサークル1という関数に移ります。このサークル1を実行するときに、先ほど宣言したシータという小数値、不動小数点型の小数値を引数として与えます。それはこういう状況です。サークル1を呼ばれたので、この引数の部分のサークル1関数の引数としての t の箱が出来上がって、そこの箱に与えた引数が入力されています。そして処理はこちらのサークル1に移ります。そうするとここでは x イコールコサイン t、y イコールサイン t となります。これはt1.5 になったら2分の π なので、コサイン t は0。
サイン t は1と計算します。そしてその結果は、この待機変数の箱に書き込まれます。そしてこのサークル1の処理が終わってメインに戻ってきます。そうすると、サークル1を出るときに、サークル1関数が使っていたスタック上のこの領域、t という変数を用に使っていた領域というのは破壊され、値も戻ってきません。ただ、計算した結果というのは、ここの静的変数領域に残っているので、これを参照することによって、演算の結果を得ることができます。これは対比変数を使って2つ以上の変数の結果を戻してもらう、返してもらう場合の処理です。大変数を利用を避けるべき、非推奨である理由としては、これも何回も説明しましたが、変数名の重複を避けるのが面倒であると。局所変数に同一名をつけた場合には、その関数内にいる限り、同名対変数にアクセスできなくなるので、対策として長い名前をつけなくてはいけなくなります。その結果、プログラムにバグが生まれやすくなる。また、誤って意図しない関数で対変数をかけてしまうようなこともあり得ます。ヒューマンエラーですね。でこういった部分を探し出す、デバッグするのは非常に難しい、大変であるということで、待機変数をなるべく使わないようにしてプログラムを書きましょうというのが、プログラムの作法として一般的に周知されています。それではその待機変数を使わないで2変数分の結果を返してもらう方法について説明します。この時に先週話をしたポインター変数というのが活躍します。プログラムはこうなります。全体的な雰囲気は似てますけど、間接演算子やアドレス演算子があることから、これはポインター変数を使うプログラムであるというのは分かると思います。まず、プログラムが実行されますと、待機変数は宣言されていません。まず、メイン関数に入って、フロートシータイコール 1.57 というメイン関数のシータ用の箱が出来上がって、そこに 1.57 が初期として入ります。また、フロート xy、これ結果を記録するための変数が2つ、x、y というのが確保されます。値はまだ入っていません。この状態で、今度サークル2という関数を呼び出します。サークル2では、先ほどとは違って、引数が3つ求められます。1つ目は、不動小数全型の t という変数。あと2つは、ここに間接演算子がついているので、ポインター変数を宣言しているというのが分かります。xp というポインター変数。で、これが、このポインターで指し示す先、間接演算子をつけると、指し示す先という意味になるので、指し示す先の型はフロート。フロート型の不動小数点型の変数を指し示すためのポインター変数 xp と同じくポインター変数 yp というのがここで宣言されています。宣言をされると、このサークル2用のスタック領域に t の箱、ポインター変数 xp 用の箱、ポインター変数 yp 用の箱というのが出来上がります。そして、引数ですから、ここに値がそれぞれ入っていて、まずこの t の箱には、シータの値がコピーされます。xp、yp については、xp はこれですね。変数 x のアドレスと。この変数 x の箱があって、それのアドレス244番地というのがコピーされます。同じく、yp には変数 y のアドレス240番地がコピーされます。そして処理はサークル2に移っていきます。
そうすると、メイン関数の変数にはアクセスはできなくなります。直接は。ではどうするかというと、ポインターを使って間接的にアクセスをしていきます。コサイン t、これは先ほどと一緒ですね。1.57 が入っているので、2分の π。コサイン t は0、サイン t は1というふうになるようになっています。この値をそれぞれ、代入していきたいんですけど、どうするかというと、このポインター変数 xp が指し示す先の変数ですね。にコサイン t を入れましょう。yp が指し示す先の変数にサイン t を入れましょうとなります。メモリ的にはどうなるかというと、xp が指し示す先の変数、ここですね。ここにコサイン t が。yp が指し示す先の変数、ここにサイン t が入ります。なので、サークル2から遠隔で、アドレス情報を使って遠隔でメイン関数の局所変数、メイン関数で宣言された局所変数が操作されているというのが分かると思います。で、これが終わると、サークル2が終わって、ここに戻ってきます。そしてサークル2で使われていた局所変数 t とか xp とか yp というのは、削除、クリアされます。で、この場合、結果は、演算した結果はですね、ここに x、y として残っているというのが、ポインター変数を使って2変数分の結果を返してもらうという処理になります。ポインター変数を利用すると、任意の個数の結果を返してもらうことが可能です。今は2つを返してもらいましたが、もっと3個、4個、もっとたくさんの任意の個数の結果を返すことが可能になります。また、スコープは維持されます。待機変数の領域と異なって、他の関数からは隠されたまま、他の関数から直接アクセスできない状態で処理を進行することができます。問題は、ポインター変数自体が抱える問題で若干読みにくくなります。ただ、関数の引数がポインター変数になっているときというのは、これは何かそのポインターを使って、アドレス情報を使って返り値が欲しいんじゃないかと考えるといいと思います。具体的にはこの場合ですと、ここの部分ですね。サークル2というのがポインター変数になっています。引数が。こういうのを見たときには、このアドレス情報を使って何か値を返してもらいたいんじゃないかなと考えると良いと思います。はい、次に関数の発展系として再帰関数について説明します。再帰関数というのは、その名の通り、自分自身を呼び出す関数です。自分の中で自分をもう一回呼び出す関数です。で、その以前に計算した結果を利用して次の計算を行う場合に有効です。例えば、階乗の計算があります。では、具体的に階乗の計算をどのようなプログラムで書くかというと、次のスライドにそれのソースコードが載っけてあります。載せてあります。メイン関数があって、局所変数、整数型の局所変数 i というのを宣言します。そしてこの i はカウンターで i が1から10まで i を1つずつ増やしながら、この中のこの下の文を実行していきます。この中では、まずプリント F でこの部分を出力します。でこれは、これですね。i を出力すると。結果としては1の階乗、2の階乗、3の階乗というような部分がなります。でイコール、その後に、その階乗の実際に計算した値を出力すると。実行すると、1の階乗は1、2の階乗は2、3の階乗は6、4の階乗は24と、そういう結果が出るようなプログラムです。
で、ここでその階乗を計算する関数、フラクトリアルというのを呼んで、その階乗を計算したい数というのが引数になっています。これはまあ、普通のメインの文なんですけど、再帰関数の話で独特なのはこちらが下の方で、整数型を返す関数、フラクトリアル。引数も整数値をもらって、一つだけもらいます。そういう関数です。で、注目してもらいたいのは、このフラクトリアルという関数の中に、ここですね。フラクトリアルという関数がいると。こういう自分で自分を呼び出すような関数のことを再帰関数と言います。具体的に処理はどんなことをしているかというと、まず再帰関数は必ず終わり値、終了条件を設定しなくてはいけません。これが終了条件ですね。もし n が1よりも小さく、1以下になったらですね、1以下になったら1、リターン1をしますと。こういうものです。なので、フラクトリアルの1というものがもしも呼び出された場合には、この最初の if 文ですぐに直ちに終了するというものです。2以上の数が来た場合には、この条件も外れるので、こちらの else に行きます。ここでは、リターン、返り値はこの中の数です。でこれは n ですね、引数として入ってきた数と、その引数で入ってきた数、引く1をフラクトリアルに与えたものになります。これが行われると、次には、この n-1 を引数としたフラクトリアルが動き始めて、その中でまたその与えられた引数が1以下かどうかというチェックをして、違ったらもう一つ引いたものを呼び出すという、次から次へと、n の値を一つずつ小さくしながら、再帰的に同じ関数が呼び出されています。こういう関数が再帰関数です。ただまあ、n の階乗は再帰関数を使わなくても、例えば法文を書いても書けると思います。でもう少し複雑な再帰関数を使った方が書きやすい例として有名なのがフィボナッチ数列というものになります。これも必ずしも書けないわけではないんですけど、再帰関数を使った方がずっとコンパクトに書けるというのがフィボナッチ数列です。フィボナッチ数列というのは、定義の仕方はいろいろあるんですけど、このうさぎの問題に、落とし込んで考えるのがよくある考え方です。うさぎのつがいがいました。一つがいのうさぎは、2ヶ月後には何つがいになりますかという、その答えを与えるのがフィボナッチ数列と言われています。ただし、条件があって、1ヶ月経つと、一つがいのうさぎは一つがいのうさぎを産みますと。生まれたうさぎは2ヶ月後に子供をまた産み始めます。こういう条件のもとに、N ヶ月後のうさぎのつがいの数を考えましょうという話です。でまずこういう、再帰関数の、話をするときには、図を書くことをお勧めします。でこれはフィボナッチ数列の増え方の話で、これは2つですね。この丸が緑の丸と白い丸で一つがいだと考えてください。一つがいのうさぎは1ヶ月経つと一つがいのうさぎを産むと。最初は0ですね。1ヶ月経つと一つがいのうさぎを産むと。で、生まれたうさぎは2ヶ月後に子供を産み始めますと。生まれたうさぎは2ヶ月後に子供を産み始めます。生まれたうさぎは2ヶ月後に子供を産み始めます。生まれたうさぎは2ヶ月後に子供を産み始めます。というルールと、あとは、うさぎは、一月後には、でその次、一月に一つずつ、ここの月ではこの2ヶ月後に一つ産んで、3ヶ月後に一つ産んで、4ヶ月後に一つ産んで、
5ヶ月後に1つ産んでというように、1月ごとに1つがいのウサギを産むというふうに考えます。最終的に N ヶ月後、例えばこの5ヶ月後だったら1、2、3、4、5、6、7、8つがいになりますよという、これがフィボナッチ数列です。では、これを再帰関数でどうやって考えようかというと、この外側を囲んだものと、ここのところに再帰性がある。2ヶ月後の子供は、親の2ヶ月後をずっと追うように、どんどん数が増えていくと。そこで、こういうソースコードになります。メインの方は先ほどの会場と似ていて、必要な変数を宣言して、この場合、キーボードから N ヶ月後の値を呼び出してくるというのをやります。これ見て、先ほどポインター変数を引数とする関数の話で出てきたと思いますけど、こうですね。アドレス情報を引数とするような関数があったときには、この N というところに何か値が欲しいんじゃないかなというふうに考えてみるといいと思います。これはまさにその通りで、N というところにキーボードから何ヶ月後という数を入力するというのを想定しています。そして、ここではフィボナッチの何ヶ月後がいくつだよという出力をするというものです。フィボナッチの関数は、その与えられた N ヶ月というのが引数になっていて、終了条件が最初に出てきます。もし、このナンバーですね、与えられた N ヶ月の月の数が0もしくは1の場合には1を返す。終了しましょう。つまり、この状態ですね。0、1の場合には、つがいの数が増えてないので、1を返して終了になります。それ以外の場合には、フィボナッチの、n-1 とフィボナッチの n-2。要は、一月前の自分と、自分自身ですね。n-1 では自分自身と n-2 は自分の子供ですね。の部分を足してやりましょう。例えば n が2の場合には、フィボナッチ1とフィボナッチ0になります。なので0と1なので1たす1で、1と1で、これがフィボナッチ1ですね。これがフィボナッチ0。なので足し合わさって2で終わりますよ。もっと大きい3、4、5と増えていくと、またさらにこれが再帰的に呼び出されていくというのがフィボナッチ数列になります。これ再帰関数は、今説明を聞いててもうまく理解ができないということがよくあると思います。再帰関数の構造、内容を理解するためには、階層的な図を書くことをお勧めします。これは今日実習の方でも、演習の方でもやってもらいますけど、フィボナッチ関数はどういう階層状態になっているのかと考えてみましょう。で、n をある程度決めないと話ができないので、まずこの場合 n イコール3で考えてみましょう。そうすると、n イコール3で、フィボナッチ3が呼ばれます。そうすると、3は1でも0でもないので、フィボナッチの 3-1、つまり2というものと、フィボナッチ1、3-2で1というのが呼ばれます。ですね。1引いたのと2引いたの呼ばれて、結果して足し算しましょう。でこっちフィボナッチ2の方は、じゃあどうするかというと、またこういう箱ができまして、フィボナッチ2というのが呼ばれます。N は2ですね。で、この引数は1でも2でもないので、やはり今度はこの2から1を引いたフィボナッチ1というのと、2から2を引いたフィボナッチ0というのが呼び出されます。今度こうすると、このフィボナッチ1が呼び出されて、
この場合、フィボナッチ1は、引数が1と一致するので、リターンとして1を返しましょうと。でこっちのフィボナッチ0も n が0になるので、リターンを1に戻しましょうと。でフィボナッチの、このエルスの場合は、この2つの値の足し算を戻すと。要はこことここの足し算を戻すので、1たす1をリターンしましょうというのがこの上の部分です。で、もう片方の方はフィボナッチ1なので、これは、いきなり、引数イコール1で合致してリターン1になります。で結果として、この部分のから戻ってきた2と、この部分の戻ってきた1を足して、3というのがフィボナッチ n イコール3の答えになります。まあ、図を見てみると n イコール3だと1、2、3で、そうなってるなというのがわかると思います。はい、ここでは再帰関数の話をしました。再帰関数はかなりシンプルに記述ができる反面、内容の理解が難しいときもあります。そういうときには一回こういう再帰的なやつを簡単な例ですね。なるべく少ない数で階層的に書いてみて理解すると良いと思います。